ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日のテーマ、うんお問い合わせが来てまして。はい。はい。あとちょっとで、いつも欲しいものが手に入らない。なんかあとちょっとな分余計がっかりしちゃう感じですね。そうなんですよ。頑張ってきてるわけでしょ。そうなんです。例えばね、何回も管理職候補に上がりながら、毎年のようにあと一歩で届かないとか、あと一歩でその資格が手に入るはずなんだけれども、最後に1科目取り忘れていた。取り忘れちゃうんだ。ケアレスなんだね。ちょっとのことで届かない残念な思いをされていて、まあどうにかしたい。どうにかしましょう。どうにかしたい。どうにかしたいですよね。というようなお話でしたわ。なるほど。皆さんだったらどういうふうに見ますか？まずやっぱり私たち自分のことも含めて、全部を受け取るっていうことが望んでいるのに怖い。そうなのよね。そう。だからあと一歩ここで自分がイエスって言えばいいのに、そこでなんか引いちゃったり、負けることを作ったり、それたり、なんかすごい自分も経験があるなーって。はい。私ね、若い頃に外資系の会社にお勤めしたんですけれども、最初日本の会社からその外資系の会社に移った時、日本の会社では可愛らしくおとなしくしていた方が受けがいいのかななんてちょっと思っちゃった。それが可愛いね。本当にそうかどうかはわかんないんですけど、本当にそうかどうかわかんないんだけど、そう思っちゃってた。可愛い。で、外資系に行った。で、そこでとてもいいお仕事のチャンスをいただいたんですよ。今度君これをやったらどうって。で、その時に、やりたかったんですよ。やりたかった。喉から手が出るほど。やりたかったんだけど、私がそれをやっちゃったら、なんか、後から来たこの子がそんなことできちゃうのって言われるような怖さとかもちらっとあって。よぎったんだ。ちらっとよぎった。意外と強いのね、その、ちらっとっていうのね。そして、やりたくなさそうな素振りをしてしまった。喉から手が出るほどやりたかった。やりたかったんだけど、でも私なんかがっていう気持ちがちらっと邪魔をして、でもって、でもそれはちょっと大変すぎるから、みたいなことを言ってしまった。で、そしたらね、その仕事が逃げてったの。他の人の仕事になっちゃったのね。で、その人が、嬉しいって。喜んだんだ。120% 喜んだの。やりたかったの、もうこれ本当にやりたくって、だからこれが来てすごく嬉しいって。しまった。時すでに遅し。わかるな、でもね。そう。私自分で自分のチャンスを潰したんだなって思いました。なるほど。わかる。ちょっとしたことなんですけど、例えば上司。上司が助けてほしいなっていうオーラが出てる。出るんだけど、やっちゃったらおこがましいかな。そういう感じなんだね。お手伝いすればよかったんだけれども、その時に私、会社休んだ。わかるな、でも。逃げちゃったんだ。逃げちゃった。怖くって逃げちゃったんだ。そう、怖くて逃げちゃったっていうこともあるんだけど、もう一つに頭の後ろをよぎったのがね、ごまするみたいな感じで嫌だったの。それが特にそのプライベートでその上司のお家のお引越しのお手伝いとかさ、そういうのがあったりすると、なんかそれをお手伝いするのごまするみたいで嫌だなぁなんて思って、なんか尻込みしちゃって行かなかった。でもね、後で、プラダを着た悪魔っていう映画ありますでしょ？で、あれ見てたら、そんなの関係なくて上司の言われたこと全部先回りしてやった子が出世するじゃないですか。そうだね。しまった。しまったナンバー2。ナンバー2。わかる。でも全部それってこう人の目を気にしてますよね。そうね。で、そこにやっぱりもともと競争が走ってるけど、そこで勝つこともロミちゃんはこう引いちゃう。もともと勝ってるから、そのラッキーを受け取っちゃいけないって言って、その自分の流れとかラッキーさを止めちゃったんですよね。そうね。で、もうちょっとね、上司を助ければいいのに、で、上司は助けられればやっぱり可愛いじゃないですか、助けてくれると。で、ほとんどの人って、どんぐりの背比べなのよね。言っちゃ悪いけれども、能力的には皆さんほとんど変わりがなくって、でもちょっと気が利くとか、ちょっと心遣いができるとか、そういうことで、その最後のほんのちょっとが決まったりするじゃないですか。
結局でもそれを上司は見てらして、上司だからね、この自分のニーズをこう言えないとか、言っちゃうは業務以外で悪いなとか、いろんなこと思うから、気を使うですよね。で、そこで上司が本当は何を求めてるのかっていうのを自動的にこっちも分かったりするんだけど、そこで他の人の目が気になってしまったりとか、それからこういうことしたら出過ぎたんじゃないかな。後で何か言われるんじゃないかなっていうことが気になって、そこで思う存分伸び伸びとできない。そう。で、私なんか兄弟多いから、出し抜いちゃいけないみたいな、そんなのがすごく働いちゃうんですよね。長女の痛みだね。そうなのね。でそういうことがあったりすると、素直に上司を助けていれば、もっと簡単にもっと楽に上がれているところを上がれない。これ三角形のこのデッドゾーンのところなわけですよね。この自立では、その上司を助けるっていうことによって、自分がその上司がさらに上に行った時に、その人をこう引き上げてくれるから、その上司をいかに気持ちよく助けられるか。でもそこに、この自分の中の権威との葛藤があって、その権威との葛藤っていうのは究極的には天との関係なわけなんですけど、いろんなスタイルがあるわけですよ。その天との関係の表し方っていうのが。で、ロミちゃんの場合はすごく気を使いすぎる。過ぎるんですよね。自分の本当にのこの望みとかニーズとかを後回しにしちゃう。ところがそう見えないんですよね。やらないっていう。上司からしたらね。遠慮まさかしてるとは思わないから、この人は自分のこと分かってるんだろうけどやってくれないみたいに見えたりとか、気が利かないっていうふうに誤解されちゃったりした場合もあるかもしれないですよね。多分多々あったんだろうなと思うんですよね。だからその潜在的には、次のステージに行くときに、このステップじゃなくてステージが変わるから、三角形のこの角を曲がるたびに、スポーツだったらスポーツ自身が変わるかのような、ルールが変わるんですね。ルールが変わるだけじゃなくて、そのスポーツが変わるから、やり方が通用しないわけですよね。今お話ししているのはビジョン心理学の三角形っていう発達のモデルの話をしていて、でその自立から相互依存に行くためのプロセスの話をさせていただいてますよね。私たちは対等な関係っていうことを家でも、社会でもほとんど学んだことがない中で生活しているから、自分のポジション取りっていうのが自分よりできる人と比較して、あの人よりは自分はできないからこの位置だし、でも今度この人よりはできるから自分はこの位置だしって言って、そこでこう比較とか競争をして自分がどこだったら安定して居心地がよく周りの人を脅かさずにいられるかっていう、あるいは脅かされないでいられるかっていうことを自然にこう測るわけですよね。でも実はこのビジョン心理学が提唱しているのは、上司との関係でも部下との関係でも親子の関係でもみんな対等だから、この対等な場にお互いの持っているギフトをどのように与え合うか、そして受け取り合うかということ。で、また、その上司の人は、助けさせて差し上げるっていうことで、その部下の人の自己価値が上がって、自分を助けられるぐらいこの人には力があるからって言って、そういう小さなことをご覧になって、いざっていう時にこの人は頼りになるから、ここで自分のそばにいてねっていう、こう引き上げてくれるっていうチャンスもいっぱいチャンスなんですね。あるわけですよね。それがね。で、かたやそのステップアップしていく側になると、全く変わるわけだから、ステージが変わった時に、また依存の第一段階のニーズがいっぱいで、知らないことが怖くって、大変でやっていかなくちゃいけなくて、犠牲でハートブレイクもいっぱいあって、みたいな、あそこに逆行して犠牲をやらなきゃいけないっていう、このエゴが働いてくるわけですよ。囁きますよね。それ犠牲じゃありませんかって。ここら辺で、犠牲なんかしたくないよねって言ったりしますね。だからやっぱりそれが働いてきた時に、この、先ほどね、ロミちゃんがおっしゃってくれたように、このビジョン心理学の成長発達モデルのデッドゾーンのところでは、識別能力っていうことと真実っていうことを見抜いてコミットする力っていうこと。で、ちょっと難しいみなちゃん、それ。識別能力。わかんないでしょ？識別能力って私も全然わからなかったんだけど、要は、玉石混合なんですよ、私たちのこの思考って。だからね、確かに。そう、宝石が例えば100個ぐらいある中で、本当にいい宝石、本物の宝石っていうのは1個。あるんだけど、毎春私たちの想念の中に、これをやったら成功するよとか、これをやらない方がいいよとか、本当にそれを選んだ方がいいことっていうのが、基準がわからない。真実を選ぶって書いてありますよね。でもその真実って、普段そんな使わないじゃない？使わない。ね。だから真実っていう言葉自身も、コンセプトがなんかよくわからなかったりするんだけど。わからないですよね。わかりにくいです。そう、だから迷った時っていうのは、私たちが A をやっても B をやっても居心地が悪いわけだから、
両方に引っ張られちゃ進めないわけですよね。なんかビリビリビリって真ん中で塞がれてるような感覚があるかもしれないですね。だから真実をボスにするってよくビジョン心理学では言うじゃないですか。はいはい、だからその真実とは何かっていうと、全員が勝てるんです。だからロミちゃんがそのポジションに当時ついてらしたら、嬉しいって言った人も後にそのポジションと同じように良いオファーがやってきたかもしれないし、そのように全員が勝つっていうコンセプトは私たちの中にないから、一つのシートをめぐって全員がもう熾烈な、それ同期だけではなくて、先輩後輩も含めて、この社会のヒエラルキーでは、どんどん上に上がるほどね、シート数が減っていくわけですから、ね、それをめぐってたくさんの人が競争している。そこでいかに抜きに出るか、人を騙してでも自分がそれを裏切ってでも取っていく。というタイプの人もいれば、その次のステップに行くときに、もう怖くなっちゃって、変化が怖くてビビって引きこもっていく人もいるし、自分の中でやらない言い訳を探していく。そう、やらない言い訳はたくさん出てきます。ね、だからその自分の中の、先ほど識別能力って申し上げましたけれども、自分の思考のパターンとか、感情のパターンとか、そこで、どういう行動、態度っていうことが、どのような影響を及ぼすのかっていうことを、自分が自分のことをよく知っているっていうことは、とても大切だと思うんですね。なるほどね。私はね、なんか次のステージにこう上がろうってするときに、あんまり考えないでそこにポンって飛び込んじゃうから。素晴らしい。なんだけど、そうすると結構周りがびっくりしちゃって、やばいってなって、で、なんかハートブレイクが起きるようなことを自分で作っちゃって、後に、じゃあまだまだ実力不足なんだって言って、もう一回じゃあ最初からやってきますって言って、修行みたいにこうやってまた一生懸命やって、またここにいつものところに来たなって言うと、自分よりこう進んでいく人がこう出てきて、あんなに大変だったらもう全然無理って言って、割と諦めちゃって、できる範囲のことをできるだけでやりましょうみたいな感じのところに私は行っちゃうなって思うね。でも私も仕事をし始めた時に、上の上司から言われたのは、自分が例えば平だったら、課長の立場、あるいは係長、チーフリーダーみたいな人の立場でものを見て動きなさい。だから自分が平であったとしても、リーダーの目でものを見る。で、チーフリーダーになったらチーフリーダーとして今度は係長なり課長なりの目でそこを見るっていうことをやり続けていくと自然に自分のいられるステージっていうのは上がっていくんですよっていうふうに学びましたので、だから皆さんが言ってドーンと飛び込むっていうのは素晴らしいと思いますけどね。でも考えなしで言っちゃうからガンガンってあっちこっちに頭をぶつけて、なんか痛かったみたいな、そう、結局なんか痛いからダメなんだなって言って、で、なんか、ハートブレイクしてがっかりしちゃうみたいなこともあるし、もう本当にこのポジションが用意されてるから、あとはそこに現れればいいだけだよって言った時に、他の問題を作っちゃって、いや、こっちの人を助ける方が大変だから、そっちに行きますって言って、それを自然にこう蹴っちゃったりとか、そういうことっていうのは割と最近あったのね。でもそれも全部権威との葛藤で、その権威との葛藤っていうのはさっきお引越しの時におっしゃったけど、権威がその人にそこにいてほしい時にいないっていうのも権威との葛藤のパターンなんですよ。そうなんですよね。そう、もうよくやった。よくやった。とってもよくやった。その時だけじゃなくてね。で、一種の反逆なんですよね。まさか反逆してるとはつゆ知らずですよね。意識的には全然そんなつもりはなくて、で、ここで熱を出すとかね。病気になっている。ね。なんでここでっていう時に熱が出ちゃうとか、ありますよね。全部セットアップしてくれてね、思いがある人が笑ってますけど、全部旅行のこととかももうセットアップしたのに、当日のね、朝になったらお熱出しちゃって。そういうことってあるんですよね。で、本当に楽しくやりたいことが、まるまる受け取ることができないっていうのは、もしかしたら、その自分の権威、自分が見ている権威に対する復讐でもあるけれども、誰よりも自分に対する攻撃なんですよね。自分自身が一番受け取りたいものを受け取れないわけだから、とても残念な話なんですよね。だから権威との葛藤っていう言葉がここで出てきましたけれども、もし今一歩いつも届かなくて悔しい思いをされているという方がいらっしゃいましたら、簡単に抜けていく方法は何でしょうか？そうですね。まずはやっぱりコミットメントするっていうことです。なるほど。で、その位置に
そのポジションにね、つけるつけないは別として、自分がついた時にどんな風に生きていきたいのか、どういう態度で生きたいのか、どういう感情で毎日生きていきたいのか、ね、先ほど自分よりも上の人の思考で物事を見て、周りに対してもその人に対してもサポートしていきなさいっていうね、貴重な教えがありましたけど、そのように自分がその位置についた時にどんな風に生きていきたいのかっていうことを、ポジションにつかなくっても日々磨いていく。それが早いと思います。そうですね。私は、ある方が、ものすごく出世の流れに乗っていた、その頂点で、この取引違法ではありませんかっていうことが当局から査察が入って、で、調べられちゃった方がおっしゃってるんですけれども、で、すごく悩んでらした時に、ひょっとしたらと思って、お父様にお会いになったらいかがですかっていうご提案を差し上げたことがあるんです。で、その方のお父様というのは、その方はものすごく成功されているんですけれども、お父様は実はそんなには成功されてなくて、で、いろいろと苦労された方だったんですね。で、お父様に会いに行かれたら、お父様はきっと失敗っていうことをご存知なんではないかしらっていうふうにお伝えしたんです。そしたら、その方はたまたま私の提案を聞いてくださって、で、お父様の所在とかもわからなかったんだけれども、つてをたどって、で、会いに行かれて、別に会っただけで何にもなかったんですけれども、でも、その問題をきれいにクリアされて、次のポジションを手に入れられたっていうようなところを見せていただいたことがあります。だから、ね、意外にお父様と関係性が疎遠になっていたところをもう一度つなぐみたいなこと、親との関係を見直してみるっていうことも役に立つかもしれませんね。元はね、オリジナルのこの家族の中でね、さっきイロミちゃんおっしゃってたように、いっぱい兄弟がいて、自分だけが愛されたらいけないとか、そういう遠慮があったりとかね、その方を全員がこのビジネスという集合的な場所に持ち込んでいって、その役割で競争していって、ヒーローとヒーローがどっちがヒーローだみたいな、怖い。そういう競争が熾烈になっていきますから、でもそこでこのお父さんとの関係を整えるっていうことはビジネスの成功の道だし、またお母様との関係を整えるっていうことは、その楽とか幸せ、流れっていうことを、関係性だったりとかね。関係を受け取れるっていうことだから、結局仕事っていうのはベースは人間関係に戻るんです。しかも家族なんですよね。そうなんです。ということで、そういうところにコミットしていただくといいのかもしれませんね。自分の人間関係をもう一度見直してみる。それから自分自身の才能を世界に与えていこうという、その自意識を乗り越えて、私たちのその最高のパートを世界にね、与えるっていう、そのコミットも必要かもしれないですね。それでもやるって感じですね。いろいろなことあるけれども、それでもやるって思えること。それは、がむしゃらに見えるかもしれないけれど、かっこ悪いことじゃないんですよね。なるほど。その位置につくっていうコミットメントも、コミットメントも高さがあるから、その高いコミットメントを持ってる人にみんなが巻き込まれていきますから、だから自分自身にコミットメントする、受け取るっていうことにコミットメントする。あなたが数に入っていなければ、私たちはまたそれを受け取ることができないわけです。そっか。数に入れよう。私たちもね。学びますね。学びますね。はい。ありがとうございました。またお会いしましょう。